サナリーの歴史。なぜアナハイムはサナリーに敗れたのか。序章アナハイムは倒されたのではない。時代に置いていかれた。宇宙世紀においてアナハイムエレクトロニクスは長く勝ち続けた企業だった。1年戦争後の軍事再編を飲み込み、エウーゴにもティターンズにも機体を供給し、グリプス戦役、第一次ネオジオン戦争、第二次ネオジオン戦争の裏側で常に兵器産業の中心にいた。ガンダムマーク2の技術を吸収し、ゼータ計画を回し、100式、ゼータガンダム、ダブルゼータガンダム、ニューガンダム、そして数々の量産機まで生み出した。宇宙世紀80年代から0090年代のアナハイムは単なる企業ではない。戦争が続く限り勝ち続ける軍需と政治の巨大装置だった。だが、そのアナハイムはやがてサナリーに敗れる。正確に言えば、戦場で撃破されたのではない。企業買収で潰されたわけでもない。連邦政府に解体されたわけでもない。アナハイムは次の時代が求めた答えを出せなかったことで敗れた。U.C.100 年代地球圏は大規模戦争の時代から軍縮と治安維持の時代へ向かう。この時代に連邦軍が求めたのは巨大で高価な第2世代、第3世代、第4世代モビルスーツではなかった。必要だったのは、より小さく、より安く、より効率が良く、維持しやすく、それでいて、旧世代機を上回る性能を持つ、次世代モビルスーツだった。その要請を最初に正面から言語化したのが、連邦側の研究機関サナリーである。U.C.102 年にサナリーは連邦政府へモビルスーツ小型化を提言している。ここから宇宙世紀の兵器開発史は大きく向きを変える。巨大企業アナハイムの時代から小型高性能モビルスーツの時代へ、そしてその新時代の扉を開いたのがサナリーだった。第一章戦争が終わった時、アナハイムの強みは重荷になった。アナハイムの強さは宇宙世紀80年代には圧倒的だった。巨大な生産設備、月面都市との結びつき、連邦との契約、給仕恩恵技術者の吸収、アナハイムガンダム軍の開発実績。この企業は戦争が複雑化すればするほど強くなった。なぜなら複雑な戦争は複雑な兵器を必要とし、複雑な兵器は巨大企業にしか作れないからである。だが第二次ネオジオン戦争後の連邦軍が直面したのは逆の課題だった。軍事費の削減、治安維持任務の増加、大規模艦隊戦の減少、そしてモビルスーツ運用コストの肥大化。この時代、連邦軍にとって最大の敵はネオジオンの大艦隊ではなくなっていた。敵はむしろ予算、整備費、人員、老朽化した装備体系、そして巨大化しすぎたモビルスーツそのものだった。この流れの中でアナハイムは小型モビルスーツ開発に取り組む。その代表が RGM-109 ヘビーガンである。ヘビーガンはモビルスーツ小型化計画に従い、ジェガンを小型化した機体としてアナハイムが開発した。機動性や運用性は向上したが、ジェネレーター出力など基本性能はジェガンとほとんど変わらず、連邦軍の要求性能には達していなかったとされる。ここが分岐点である。アナハイムは小型モビルスーツを作った。しかし、それは本質的な小型化ではなかった。大型モビルスーツの設計思想を縮めた機体だった。言い換えれば、アナハイムは小さな次世代機を作ったのではなく、小さくした旧世代機を作ったのである。この違いは大きい。第2章サナリーは企業ではなく連邦軍の不満そのものだった。サナリーを単なる新興メーカーとして見ると話を誤る。サナリーはアナハイムのような巨大軍需企業ではない。民間市場でシェアを取り、政治家と癒着し、戦争のたびに利益を伸ばす企業体ではない。むしろサナリーはアナハイムに依存しすぎた連邦軍内部から生まれた反動として見るべきである。連邦軍からすればアナハイムは便利だった。頼めば機体を作る。量産もできる。技術もある。政治的にも調整しやすい。だが同時に危険でもあった。アナハイムに頼りすぎると連邦軍の兵器体系そのものが一企業の都合に縛られる。コストも納期も技術使用もアナハイムの影響を受ける。そして何よりアナハイムは過去に敵味方の境界を曖昧にしながら成長してきた企業である。この状況に対しサナリーは別の答えを出した。モビルスーツは巨大である必要はない。高コストである必要もない。旧世代の延長である必要もない。根本から設計し直せば
小型でも高性能なモビルスーツは作れる。UC102 年、サナリーが連邦政府へモビルスーツ小型化を提言したという事実は単なる技術提案ではない。それはアナハイム依存から脱却しようとする連邦軍内部の意思表示でもあった。ここで戦いの軸は変わる。アナハイム対サナリーとは企業対研究所ではない。軍需利権対軍事合理性の戦いである。第3章ヘビーガンの失敗。アナハイムは小型化を縮小コピーと考えた。ヘビーガンはアナハイムが小型モビルスーツ時代へ適応しようとした最初の答えだった。だがその答えは決定的に中途半端だった。確かにヘビーガンは小型化によって機動性と運用性を高めた。これは失敗作というより過渡期の期待としては十分に意味がある。だが問題は連邦軍が要求した新時代の性能には届かなかったことだ。ヘビーガンはジェガンの小型化機であり、基本スペックはジェガンと大きく変わらず連邦軍の要求性能に達しなかったため、サナリーが独自にモビルスーツ開発を模索し、後に F90 シリーズや F91 へつながる小型高性能モビルスーツを開発することになったとされる。ここにアナハイムの限界が見える。アナハイムは既存の大型モビルスーツ体系をどう小さくするかと考えた。サナリーは小型で高性能なモビルスーツをゼロからどう設計するかと考えた。似ているようで、これは全く違う。前者は既存資産を守る発想である。後者は既存資産を捨てる発想である。巨大企業にとって既存資産は強みである。工場、部品供給網、過去の設計、整備マニュアル、契約、技術者の経験、それらを生かすことで安定した製品が作れる。だが技術転換期にはその強みが足かせになる。小型モビルスーツ時代に必要だったのは過去の設計資産を活用することではなく、過去の成功体験を疑うことだった。アナハイムはそれが遅れた。サナリーはそれをやった。だから差がついた。第4章 F90 の衝撃。サナリーは次期主力モビルスーツの定義を変えた。UC111 年、サナリーによるガンダム F90 の1号機がロールアウトし、同年10月、連邦軍は次期主力モビルスーツ開発において、サナリーの F90 シリーズをアナハイムの MSA120 より正式採用した。これは単なるコンペの勝敗ではない。宇宙世紀の兵器開発史における政権交代である。この時点でアナハイムはまだ巨大企業である。生産力もある。政治力もある。過去の実績もある。アナハイムの名前は連邦軍にとって安心材料でもあった。それでも敗れた。なぜか、サナリーの F90 は単に小さいだけではなかった。小型でありながら高性能で、さらにミッションパックによる多用途運用という思想を持っていた。つまり F90 はモビルスーツを1機種ごとに個別開発する発想から、一つの素体に任務別装備を組み合わせる発想へと進んだ機体だった。これは軍事的に大きい。連邦軍から見れば、任務ごとに専用モビルスーツを揃えるより、基本フレームを共通化し、装備で任務対応した方が合理的である。整備、教育、補給、部品管理の面で有利になる。アナハイムのように大型で高価な機体を売り続ける企業にとっては面白くないが、軍全体の合理性から見れば、サナリーの答えは明らかに時代に合っていた。F90 の採用は、アナハイムが一つのコンペで負けた事件ではない。連邦軍がアナハイムの時代を終わらせる選択をした事件である。第5章 G キャノン。アナハイムの車両を象徴した両3機。アナハイムの敗北を象徴する機体として、G キャノンは非常に重要である。F71G キャノンはアナハイムが製造した機体だが、設計はサナリーであり、しかもその経緯が実に示唆的である。本来、サナリー製の F70 キャノンガンダムが量産機として採用される予定だったが、長年のモビルスーツ開発実績を持つアナハイムを無視できないという政治的理由から、ライセンスはサナリーのまま製造がアナハイムに委託された。しかし、アナハイムはサナリー設計をそのまま引き継いで製造できず、設計に修正を加えて量産ラインを確立したのが G キャノンだった。アナハイムの車両を象徴する機体とも言える。これはかなり残酷な話である。かつてアナハイムは他社の技術を吸収して巨大化した。
ガンダムマーク2のムーバブルフレームも取り込み、ゼータ計画を発展させ、連邦と反連邦の技術を混ぜながら、宇宙世紀0080年代を支配した。だが、小型モビルスーツ時代になると、そのアナハイムがサナリーの設計をそのまま量産できない。そして政治的配慮によって製造だけを任される。これはもはや技術主導権ではない。下請け化である。しかも G キャノンはサナリー設計による軽量化効率化によってアナハイムが独力開発したヘビーガンを総合性能で上回ったとされる。つまりアナハイムは自社製品より優れたサナリー設計機を自社工場で作る立場になったのである。この瞬間、勝敗ははっきりしている。第6章 F91 サナリーが出した完成回答 UC116 年ガンダム F91 がロールアウトする。この出来事は F90 の正式採用から数年後に位置づけられ、小型高性能モビルスーツ時代が本格化したことを示している。F91 はサナリーの思想をさらに推し進めた機体である。小型化、高出力化、高機動化、そして機体とパイロットの情報処理を高度に結びつける方向性。ここではかつての大型モビルスーツの延長線上にあった力任せの高性能ではなく、機体全体の効率と情報処理能力を極限まで高める思想が前面に出る。アナハイムの得意分野は巨大で高性能なモビルスーツを作ることだった。しかし F91 が示したのは巨大であることが高性能の条件ではないという事実である。この意味で F91 は単なる新型ガンダムではない。アナハイムの設計思想に対するサナリーからの最終回答だった。大きいから強いのではない。高価だから優れているのではない。過去の実績があるから次も勝てるのではない。小さくても軽くても設計思想が正しければ旧世代の巨人を超えられる。F91 はそのことを機体そのもので示した。第7章なぜアナハイムは敗れたのか。ここで改めてなぜアナハイムがサナリーに敗れたのかを整理する。第一にアナハイムは成功体験に縛られた。宇宙世紀80年代から90年代にかけてアナハイムは巨大モビルスーツ、可変モビルスーツ、高性能ガンダム、軍需政治で勝ち続けた。その勝利が逆に小型モビルスーツ時代への適応を遅らせた。第2にアナハイムは既存の生産網を守ろうとした。巨大企業である以上、既存の工場、部品、契約、整備体系を簡単には捨てられない。だが、サナリーは研究機関であるがゆえに、過去の生産資産に縛られにくかった。第3に、サナリーの提案は軍事合理性に合っていた。軍縮、治安維持、低コスト運用、小型化。この時代の連邦軍が必要としていたのは、まさにそういうモビルスーツだった。ヘビーガンはその要求に達せず、F90 はその要求に応えた。第4に、アナハイムへの政治的不信があった。アナハイムは便利な企業だったが、あまりにも大きくなりすぎた。連邦軍から見れば、兵器開発を一企業に握られ続けるのは危険である。サナリーの台頭は、技術的事件であると同時に、アナハイム依存を減らそうとする、連邦側の政治的判断でもあった。第5に、小型モビルスーツは、単なるサイズ変更ではなく、思想変更だった。アナハイムは、旧世代機を小さくした。サナリーは新世代機を小さく作った。この差が最終的に F90 と MSA120 の差になった。つまりアナハイムは技術力がゼロになって負けたのではない。巨大企業として強すぎたからこそ変化に鈍くなったのである。第8章それでもアナハイムは完全には死なない。ここで注意したいのはサナリーが勝ったからといってアナハイムが即座に消えたわけではないことだ。アナハイムには生産力がある、補給網がある、政治力がある、月との結びつきがある。連邦軍内部にも企業としての根が深い。だから F90 コンペで敗れた後もアナハイムは完全撤退しない。むしろサナリー技術の周辺で生き残ろうとする。G キャノンの製造委託はその一例である。さらに UC112 年にアナハイム内部でシルエットフォーミュラプロジェクトが極秘裏に始動し、UC122 年にはアナハイム製のシルエットガンダムがロールアウトしている。これはいかにもアナハイムらしい。正面から負けたなら裏で追う。
採用で負けたなら別系統で技術を拾う。主導権を失っても完全には降りない。アナハイムは敗北してもしぶとい。それがこの企業の怖さである。ただしもはや時代の中心ではない。かつては戦争の方向を決める側だった。アナハイムが U、C、110年代以降はサナリーが切り開いた小型モビルスーツ時代を後追いする側に回る。これは企業としての死ではない。だが派遣企業としての死である。中小巨人は倒れたのではなく時代に追い越された。サナリーの歴史を単なる小型モビルスーツを作った研究所の話として見ると浅い。これは宇宙世紀の軍需構造が変わった話である。戦争で肥大化した兵器産業が軍縮と効率化の時代に適応できなかった話である。民間巨大企業が軍内部の技術官僚に主導権を奪われた話である。そしてアナハイムという宇宙世紀最大級の軍需企業がついに自分より合理的な設計思想に敗れた話である。アナハイムは強かった。あまりにも強かった。だからこそ自分が作った時代を捨てられなかった。一方のサナリーは小さかった。しかし小さいからこそ次の時代に合わせて設計できた。ヘビーガンは旧時代を小さくした機体だった。F90 は新時代を小さく作った機体だった。G キャノンはアナハイムがサナリー設計を作らされる時代の到来を示した。F91 はサナリーが宇宙世紀の兵器開発史に出した完成回答だった。だからこの歴史を一言でまとめるならこうなる。アナハイムはサナリーに敗れたのではない。アナハイムは自分が勝ち続けた宇宙世紀0080年代の成功体験に敗れたのである。そしてサナリーはその敗北の上に小型モビルスーツ時代という新しい戦場を作った。これこそがアナハイムからサナリーへと派遣が移った本当の理由である。チャンネル登録、高評価お願いします。